ケイティです。こんにちは。さあ、今年も私のふるさと福岡に帰ってきました。今回の福岡は美味しいものがいっぱい。そんな福岡で生まれ育った私が福岡を代表する名店ばかり10店巡っていきます。これから毎週お届けしますので、ぜひチャンネル登録をしてご覧ください。それいいかこと言うならもうしません。今日は福岡市舞鶴の昭和通りに来ました。名だたる有名店が軒を連ねる大通りです。その中でもトップクラスに有名な人気店で博多名物をいただきたいと思います。大好きなお店でランチには何度か伺っていますが、特にコスパの高いランチはいつも長蛇の列ができています。夜に来たのは初めてなので楽しみです。22時ラストオーダーでただいま21時を過ぎていますけど、このにぎわい。外に行列もできていますのでしばらく待つことにしました。うわ売り切れごめんって書いてある。一度食べてみて、油のりが違うけん。店内は明るくてとても賑やか。カウンターとテーブル席合わせて32席ほどあります。こちらはお店中央にあるセルフコーナー。お出汁やお水、お惣菜などがあります。店名の通り、こちらのお店はサバのスペシャリストによる博多名物ごまサバの専門店なんですが、毎朝長浜鮮魚市場から仕入れる新鮮な魚料理がいただけるお店です。夜でも定食がいただけるのは嬉しいですよね。魅力的なセットがたくさんあって迷ってしまいそうですが、一押しはやはりごまサバ。サバのお刺身を甘めの醤油だれで和えた料理なんですけど、博多に来たら名物ごまサバは外せません。サバを生で食べるなんて信じられませんよね。でもアニサキスの種類が違うので、九州のサバは生でもいけるサバ好きの天国なんです。なのでせっかく福岡に来たらぜひ博多名物ごまサバを食べていただきたいと思います。夜もだいぶ更けてきましたが、お店はまだ満席。このにぎわいです。またこちらのお店ではサバを知り尽くしているからこそおすすめの食べ方があります。まずはそのままお刺身でごまサバを味わい、続いてご飯の上に乗せてごまサバ丼、最後はお出汁をかけてお茶漬けでいただくサバのさまざまな味わいを楽しめるようになっています。注文を済ませてからお店中央付近にあるサバの南蛮漬けをいただきました。美味しいやつ。美味しいやつ。はい、いただきました。こちらの南蛮漬けが大好評すぎてサービスをやめるにやめられなくなってしまったそうです。お漬物は2種類、たくあんとしば漬けがありました。これ食べ放題です。食べ放題。食べ放題のね、味じゃないんだよね。これランチでも食べ放題ですね。ランチだけのサービスと思っていましたが、夜にも南蛮漬けがあると聞いて驚きました。なぜ驚くかというと、正直これさえあれば他におつまみは何もいらなくなってしまうほど絶対だからです。片栗粉で揚げたサバを甘酢だれでさっぱりといただける南蛮漬け。普通は古くなったサバを使うことが多いですが、全く臭みもなく新鮮、骨もなく食べやすいのでバクバクいけてしまいます。本当うまいよ。この鮮度が違うね。全く鮮度が違う。これが食べ放題にどういうものにいただけるね。お味噌汁もいいんだ。ごまサバとアジフライの定食にはおかわり無料のご飯とお味噌汁にサラダがついてきました。そしてアジフライは2尾、こんなにも肉厚です。メインは丼にたっぷりのごまサバ、ネギ、玉ねぎ、わさびが乗っています。10月から2月にかけて取れるサバは脂が乗っていて、これを食べるともう普通のサバには戻れなくなると言います。この大トロのごまサバですから期待が高まります。
そしていよいよメインの大トロサバをいただきます。大迫力の大皿いっぱいのトロサバ、一切れもこの大きさ。これは大満足のボリュームです。福岡出身の私でも初めていただく貴重な大トロサバ、お味はいかがでしょうか。とろける。全然違う。まさしくとろっと溶けてしまうほど脂が乗ったサバの概念が変わる口どけです。ちょっとノーマルいただいていい？じゃあノーマルです。ノーマルでも十分、ノーマルでもとろけるじゃん。とろけるじゃん。本当に？この時期のサバは脂が乗っていてとにかく絶品。トロサバでなくてもとろけるうまさです。大トロサバは同じマサバで脂質量 21% 以上、大きさは 1.5 倍、うまさは2倍と謳われている通り、脂のうまみが違います。ちょっとなくなる前にお店が提唱する丼にね、ちょっとしましょう。残りのサバをご飯にのせてタレをかけます。第2形態、第2形態、ごまサバ丼。美味しそう。そうそうそう。丼にちょっとこのタレをじゃあちょっごまサバはこの丼で食べるのが一番好きかもしれません。香ばしいごまの香りと甘い醤油だれでご飯がいくらでも進んでしまいます。ごまサバ屋さんはお米も美味しいのでたまりません。ともっと美味しくなった。丼ってすごいね。丼の力だよね。ご飯にかかっている海苔の風味もよく、丼でご飯をかき込む時の満足感に勝るものはありません。お次はアジフライをいただきます。すごいふっくらしてるから、もうこれで入れる。本当だ。元カリの。うわ。すごい。あれ入れたて。この身の上の茶色い部分がめっちゃうまい。ありがとうございます。肉厚。うわー、すごい。大きくて分厚いアジが2枚、衣はサクサクで中の味はふんわりとしてジューシー。これだけの厚みがあると食べ応えがありますね。大トロごまさばも言われても終了です。大トロごまさば終わったってよかった。はい、これが。お皿もキンキンに冷えてる。本当だ、本当だ、お皿が冷た。せっかく博多にいるなら長浜漁港で水揚げされる玄界灘や九州近海の鮮魚をいただかないなんてもったいないですよね。まあ、サーモンこれ持った感じがもううまいの。これすごいよ、このお刺し。ね。美味しい。タチウオいただきたい。タチウオは関東ではあまり見られない魚。新鮮でコリコリっとした食感がたまりません。ほんのり甘みも感じられて最高です。新鮮。実はこちらではごまサバ以外のお刺身を食べたことがありませんでした。他の魚もうまいとの評判は聞いていましたが、毎朝長浜漁港で仕入れているという鮮魚はどれも新鮮。ランチの1日5食限定海鮮丼はコスパも最強で争奪戦だと聞きます。この極上の刺身で海鮮丼なら次回はぜひ限定5食に並びたいと思います。いよいよお茶漬けをいただきます。ごまサバ丼の上にあられをかけます。このあられのカリカリっとした食感が良いアクセントになって非常に美味しくなります。そしてこの熱々のお出汁をかけます。また大トリがちょっとこの白くね、少し火が入って熱々のお出汁でうっすらと表面だけに火を通したような状態のと
それだけで味は激変。刺身はふわっと軽い食感に。うまー。ごちそうさまでした。翌日の今日はいよいよ福岡最終日。東京に帰る前にここだけは行っておかなければなりません。ごまさば屋さんからは車で5分、徒歩でも20分のところにあります。さあ皆さんお分かりでしょうか。こんな店名が商標登録できるということはもう相当な老舗ということですよね。創業1942年、博多の老舗洋菓子店として不動の人気を誇るお店です。中は撮影禁止なのでお見せできませんが、チョコレートが宝石のように並べられたショーケースは圧巻。店内は広く、チョコレートだけではなくケーキや焼き菓子まで何でもあります。チョコレートが絶品なのもさることながら、こちらはケーキも非常に定評があります。チョコレートショップの看板商品は博多の石畳という生チョコレートですが、このケーキタイプといいますか、ガナッシュクリーム、チョコスポンジ、生クリーム、バニラスポンジ、チョコムースの5層からなっていて、周りを薄くチョコレートでコーティング。テリーでお皿が用意できなくて本当に申し訳ありません。せっかくの美しいケーキがこれでは台無しですよね。あ、消えた。消える消える消えた。もう消える消える。もう軽い軽い。続いてこちらはベイクドチーズケーキ。ああ、やっぱりベイクドはまったりと、この濃密さ。こちらは初めていただきましたが、こちらも絶品。こんなに濃いチーズあるっていうぐらい濃い。美味しい。このベイクド一番じゃない？嘘。そう多分今までで？今までで一番じゃない？あ、完全に一番だと思う。そしてこちらはチョコレートショップの看板商品、生チョコレートの博多の石畳です。わずか 3% しか流通しない世界最高峰のカカオ、クリオロを使った生チョコレート。芳醇なカカオの香りと滑らかな舌触り、このねっとりとした濃厚な口どけは一度体験すると本当に忘れられなくなってしまいます。それでは皆さん、今回の KT イツ福岡の旅はいかがだったでしょうか。海鮮に洋食、ラーメンにうどん、スイーツなど最近流行りのお店ではなく、不動の人気を誇る名店ばかり10店伺わせていただきました。玄界灘や九州近海の新鮮な魚介、肥沃な大地で育った九州の素材を使った料理はどれも絶品。せっかく福岡に来たのならぜひ味わっていただきたいと思います。また福岡の人たちは人を喜ばすことが大好きです。どのお店に行っても温かく歓迎してくださいますので、ぜひぜひ行ってみてください。